は続いては日本が世界に誇るこんな偉人の登場です。ご覧ください。続いてのイメージが崩壊する偉人は、海外に数多くのファンがいるだけでなく、世界の著名人からも尊敬を集める日本人。しかし物語の主役は偉人本人ではなく、彼が自分の成長を助けたと語る小学校時代の担任、立川誠二先生。偉人と立川先生の出会いは今から98年前。先生が文京区の小学校に赴任して8年目の春だった。当時の小学校は完全な管理教育。先生といえば怖いものの代名詞で、生徒の個性や自主性は認めず、型にはめ込む指導をする者が多かった。しかし立川先生は違った。今日はこの厚紙に書いてある道路の上に自由にみんなで家を建てて町を作ろう。集めろ。先生、家以外にもあっていいですか？今日はあっていいですか？みんなの好きなようにしていいぞ。型破りで独創的な授業。生徒たちの個性を重んじ、巧みにやる気を引き出した。また美術の授業では、今日はみんな自分の好きなものを自由に書け。何でもいいんですか？ああ、何でもいいぞ。自由に書け。当時絵の授業は教科書に載っている絵画を忠実に真似るのが良しとされていた。想像力などは軽視されがちだったのだが、立川先生の考えは違っていた。機関車が動いてるみたいです。上手だと思います。よし、戻っていいぞ。出来上がった生徒の作品を題材に自由に感想を述べさせた。だがある生徒の作品発表の時、なんだそれ。変な絵。その絵はさまざまな色を使って描かれた風景画だった。他の生徒の馬や機関車などの絵に比べ、明らかに作風が一人だけ違っていた。描いたのは気が弱く泣き虫ないじめられっ子だった。彼は以前まで私立の小学校に通っていたのだが、はい、正解。また上の空か。まあこの問題は君には無理だったな。教師の言っていることが全くわからず、学校が苦痛だった。そして黒田小学校に転校してきてからは、なんでその格好？お前の髪型、女の子みてえだな。こいつ泣きやがったぞ。周りの少年とは違う服装に髪型。体も小さく、勉強やスポーツもできなかったため、他の生徒からからかわれていたのだ。おい、みんな静かに。この絵どうやって描いた？指につばをつけてこすりました。つば。いいじゃないか。自分の好きなものを自
自由に描いたこの絵は実に素晴らしい。30丸だ。少年が初めて認められた瞬間だった。そしてこの出来事が彼の人生を大きく変え、後に世界に多大な影響を与える偉人へと成長することになるのである。鳥肌だった。すっごい鳥肌だった。先生に絵を褒められたことで自分に自信を持つことができた少年。彼に訪れた人生の変化は傍から見れば小さな小学校での小さな出来事だったのかもしれません。しかしこのきっかけがあったからこそ少年は後に世界に多大な影響を与える偉人へと成長を遂げることになるのです。立川先生に褒められてから少年は変わっていった。自信を持って物事に当たれるようになり、こっちの方が結構難しいからこっちの方が勉強の成績までもが伸び始めたのだ。そしてしっかりみんなをまとめてくれ。はい。泣き虫でいじめられっ子だった彼はクラスのまとめ役の級長に選出されるまでに。だがそんな未来の偉人に先生は意外な提案を持ちかける。なあ、副級長を置いたらどうだろう。それは僕では頼りないということでしょうか。誤解しないでくれ。君がダメだというわけではないんだ。はい。君なら誰を推薦する？植草はどうかな。植草ですか？その植草という生徒は気が弱く、突き飛ばされても文句も言えず泣いてしまう。そんな少年だった。今はダメなやつでも副級長になればきっとしっかりするんじゃないか。はい。よろしく頼むぞ。どんな人間だって何かのきっかけで輝ける。立川先生の信念だった。そしてその教えはかつていじめられっ子だった未来の偉人、彼こそが身をもって知っていることだった。泣き虫だった植草少年は副級長になった。すると運動会の会場係を決めます。意見がある人。はい。山田くん。はい。二人のチームワークはバッチリだった。他に意見がある人。級長は絵、副級長は作文。それぞれ別の分野で力を発揮。クラスでも認められるように。まさに先生の思惑通りだった。だがそれから2年後、先生は突然学校を去ることになる。みんなの好きなようにしていいぞ。あまりに独創的な教育方針がいつしか周囲の教師たちとの軋轢を生んでいたのだ。だが学校を去った後も立川先生は2人の良き理解者だった。少年たちは先生の自宅を毎日のように訪ね、美術書を読んで過ごしたり。あなた、ご飯の準備できました。お前たちも一緒にどうだ。はい。食
食事やおやつをごちそうになったりもした。そんな生活は2人が中学生になってもしばらく続いた。小学校を辞めた後、立川先生は仲間たちと美術教育という雑誌を出版。さらに教育者として認められ、名門小学校へ招聘されたが、定年を待たずに辞職。その後自ら事業を起こすも軌道に乗らず、苦しい生活を強いられた。しかしそれでも絵だけはずっと描き続けていたという。そして20数年の時が経ったある日、60代半ばとなった立川先生はある場所を訪れていた。そこは映画館。この日、不義理を待ち望んでいたある作品を見に来たのだ。だが映画が始まるや否や、涙があふれ、満足に映画を見ることができなかった。上映が終わっても立ち上がることもできずに、いつまでも一人で泣いていたという。立川先生が目にしたもの、それは一体何だったのか。映画館で思わず涙があふれ出した立川先生。彼が目にしたものとは一体。どうか皆さん拍手を振ってください。映画は敗戦後の東京を舞台に貧しさに立ち向かう恋人たちを描いた作品だった。しかし涙の理由はストーリーではなかった。自由な教育で少年たちに慕われ、水彩画を愛し、晩年まで描き続けた先生は、映画の何を見て涙したのか。それは彼の人生の大きな成果の表れと言えるものだった。彼の涙の訳、それは映画の冒頭に流れるスタッフの名前だった。スクリーンに映し出されたのは、映画の脚本家の名前。そう、それは副級長を務めた少年。彼は文章を書く才能を伸ばし、映画の脚本家となっていた。立派になった姿を思うと、高まる感情を抑えることができなかった。しかし
はそれだけではなかった。実はこの絵どうやって描いた？指につばをつけてこすりました。なんと泣き虫だったあの少年もこの映画に参加していたのだ。そして彼の名前も植草の名とともに映画のスタッフとして登場する。それは意外な人物だった。彼の名はうわ、鳥肌立った。すっごい鳥肌。マジかよ。そうなの？泣き虫で勉強が大の苦手で笑われていたあの子こそ後に世界的な映画監督となる黒澤明だったのだ。黒澤明は1910年品川区に生まれた。中学卒業後画家を志し18歳で二科展に入選。26歳で映画制作の道に進み7年後には姿三四郎で監督デビュー。瞬く間に人気監督となった。その頃駆け出しの脚本家だった植草慶之助と再会。黒澤の監督デビューから4年後の1947年同級生同士が初めてタッグを組んだのがこの素晴らしき日曜日だった。立川先生は2人の教え子が今もなお友情を育みながら一本の映画を完成させたことを知るとその感動を手紙にしたため黒澤に送った。恩師立川先生のことを黒澤は後にこう記している。私の成長を助けた力は黒田小学校の担任の先生の力である。その先生の名前は立川誠二。私はすぐ植草に連絡して立川先生を東宝の寮へ招待しそこでご馳走することにした。食料事情の悪い時だったがすき焼きぐらいは用意できたからである。そしてその再会の日のことだった。先生がふと箸を止めた。先生どうかしました？肉が硬かったかな？何か柔らかいものをご用意しましょう。いやそうじゃない、大丈夫だ。十分だ。はい。ごちそうは二人の顔を見るだけで十分だ。先生。黒澤はこう綴っている。先生の顔がぼやけてよく見えなくなってしまった。黒澤は後のインタビューで
専門の科目を教える、それを教わるだけじゃなくね、先生そのものの人間から教わることの方が多いんですよね。先生との付き合いから学んでることは随分多いですね。それもね、普段付き合ってそこから教わるものが多いんですよね。